こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、トヨタ自動ワークスのエースドライバーとして活躍した河合実の生涯と、トヨタ最強マシン、トヨタセブンターボの最終テスト事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。前回の福沢幸男さんと同じく1960年代のトヨタのドライバーの解説ね。ああ。この時代のトヨタのワークス活動を語るのに福沢さんと河合さんは切り離せないからな。これから解説していくぜ。頼むわね。河合は1942年12月9日、東京都大田区で生まれた。当時のレーシングドライバーとしては珍しく、全くの一般家庭で育った。父は生命保険会社の会社員だ。河合は地元の雪ヶ谷小学校、雪ヶ谷中学校、雪ヶ谷高校で育つ。転機は1958年、高校生の時だ。全日本モーターサイクルクラブマンレースが初開催された。これまでのメーカー対決が主軸のレースとは異なり、ワークスマシンやメーカー契約ライダーの参戦は禁止だ。アマチュアだけで争われ、活躍する選手は引き抜かれる。河合は第2回大会の出場を目指し、二輪免許を取得。練習に励んだ。しかしある時、大転倒で意識不明。3日間意識が戻らない事態となってしまう。1950年代ってもちろんヘルメットの装着義務なんてなかった頃よね。打ちどころが悪かったのね。河合は回復したが、家族からバイク禁止令が出る。プロライダーへの道はあっけなく断たれてしまった。かといって自動車の道に進むには当時あまりに高価だった。河合は日本大学芸術学部演劇学科に進学。俳優を志したようだ。この頃の自動車は日進月歩で進化を続けており、価格競争も激しかった。一方大卒初任給も毎年1、2割は増加。ようやく自動車は、庶民にも手が届きそうなところまで来ていた。河合は大学卒のけで陸送のバイトに明け暮れる。工場で完成した自動車を販売店まで運転して届ける仕事だ。まだ高速道路もない時代だ。下道で地方まで運転し、くたくたの体で夜行列車で帰る生活を送った。そうして河合はホンダ S500 を手にする。レースへの情熱を家族に解き、購入資金の半分は父から出してもらったようだ。いよいよレーシングドライバーへ向けてひた走っていくのね。河合は練習に明け暮れた。1962年に完成したばかりの鈴鹿サーキットに、東京の自宅から毎週のように通い詰めた。1964年には大学を中退。設立したばかりのトヨタモータースポーツクラブに入会した。トヨタモータースポーツクラブとはレースの開催や、ドライバー育成が主な役割だ。ワークスマシンを開発して走るトップチームの自公ワークス、市販車を改造して走る自販ワークス、その会の位置づけだ。とはいえトヨタモータースポーツクラブのメンバーとして活躍できればワークスチームに引き上げてもらえる可能性があった。普通はそうやって駆け上がっていくのね。福沢さんがいきなり自公ワークス入りしたのはやっぱり異例だったのね。レースデビューは1965年9月、22歳の時だ。友人から借りたトヨタ S800 で、完成直後の船橋サーキットの第1回ゴールデンビーチトロフィーレースに出場した。河合はここで総合7位の活躍を見せる。その後も大小様々なレースで活躍した。河合の運転は荒く、よくマシンを壊した。その度にトヨタモータースポーツクラブに謝っていたが、河合がなんとか除籍を免れていたのは走りの才能があったからだろう。とにかくマシンを壊さず帰ってくるのがいいドライバーって大田哲也さん言ってたわね。転機となったのは1967年4月8日の富士24時間レースだ。自販ワークスの田村光夫と組んでトヨタ S800 で走った。二人で24時間、過酷なレースね。ここで河合はトップチーム、自公ワークス勢に迫る走りを見せた。総合3位、出場クラスとしては優勝だ。この活躍ぶりが評価され、河合は翌1968年、いよいよ自販ワークスへの加入が認められた。自販の方とはいえ、とうとうトヨタのワークスドライバーになったのね。1968年、河合は自販ワークスの契約ドライバーとして期待以上の成績を残した。3レースで優勝。自販ワークス1年目にしてチームで最も早かった。そして1968年11月、ここまでのキャリアで最大のレースとなる第1回日本カンナムに出場する。北米選手権の日本ラウンドだ。ライバルは北米のトップドライバーたち。このレースを制することができれば北米の販売につながる。この時代、レースで勝つことが市販車の販売における最も効果的な宣伝だったんだ。トヨタは最高のマシンで挑む。レース専用車トヨタセブンだ。7リットルエンジンを積む海外勢に対し3リットルエンジンはあまりに非力だがこれで戦うしかない。用意できたトヨタセブンは5台。
当然自公ワークスのメンバーが乗るが、なんと5代目のドライバーとして河合が抜擢された。国際レースの大舞台に河合さんが。その大舞台、初めて乗るトヨタセブンで河合はなんと9位入賞だ。大健闘した。自公ワークス勢の最高位は福沢幸男で4位だった。このカンナムの走りが評価され、河合はとうとう自公ワークスドライバーへと上り詰めた。1969年1月に契約が交わされた。河合さんおめでとう。トヨタモータースポーツクラブから始まって、とうとうここまで来たのね。感無量ね。ところが1969年2月12日、新型トヨタセブンのテスト走行で福沢幸男が世を去ってしまう。トヨタセブンの欠陥ではと世間は大騒ぎだった。福沢さんの運転ミスか、マシンの欠陥かで争ったのよね。結論は不明だが、自公ワークスのメンバーは事故後、さらに改良したトヨタセブンに乗り続けたんだ。前年自販ワークスで活躍した河合、自公ワークスに移っても勢いは止まらない。1969年が最も活躍した年となった。4月6日、3リットル仕様のトヨタセブンに乗り鈴鹿500キロで優勝。7月27日の富士1000キロ、5リットル仕様のトヨタセブンのデビュー戦。予選2位の速さを見せた。決勝はマシンの不調でリタイアだ。続いて8月10日の NET スピードカップ。第1レースで優勝、第2レースで2位だった。今ではおなじみのレースクイーンの文化はこの頃に始まった。総合2位で河合はトロフィーを受け取ったが、渡したのはこの年 CM でブレイクしたばかりの小川ローザ。ここで知り合ったのをきっかけに二人の交際が始まった。もともと俳優志望だった河合も写真写りは抜群で、二人揃ってコロナ禍の反則ポスターに起用されたりした。1969年10月10日、日本最大のレース、日本グランプリが来た。現在開催されている F1 の日本グランプリとは異なり市販車やプロトタイプカーで戦う国内レースだ。国内メーカートップを争うトヨタ、日産のバトルを楽しみに10万人を超える観客が富士に集まった。前年まで80周、480キロだったのが120周、720キロに増えた。レースは4時間に及ぶことから2名エントリーが認められたが、トヨタセブン、5台のうち河合だけが1名でのエントリーだ。河合さん、一人で4時間走り続ける気なの？きっとチームの信頼とかすごく厚かったのね。レースはこの日本グランプリに合わせて新型 R382 を投入した日産が強かった。日産が1位、2位、そして3位で表彰台に上ったのが河合だった。一人で4時間も走ったのにトヨタ勢で最上位だったのね。続いて11月23日の第2回日本カンナム。北米の売り上げを伸ばしたいトヨタには日本グランプリと同様、それ以上に大事なレースだ。そして勝ちにくさは日本グランプリ以上だ。ライバルには F1 選手もいる。海外勢はマシンのノウハウもドライバーの力量もまるで違う、高次元なレースだ。前年、河合は自販ワークスとして3リットルのトヨタセブンに乗り9位だ。今回、5リットルの新型トヨタセブン。その結果は、なんと優勝、国際レース優勝の快挙。素晴らしすぎる。ライバルが脱落するラッキーもあったが、河合は早かった。ここでシーズンオフだ。この優勝を機に、トヨタは日本カンナムの連覇に舵を切る。トヨタセブンターボの開発に着手したんだ。一方プライベートでも進展がある。1970年2月26日、河合と小川ローザは結婚した。知り合ったのが前年8月のレースでしょ？スピード婚ってやつね。また、逆風も増えた。マスキー法などの公害問題が大きくなりトヨタや日産はレース活動を自粛したんだ。1969年シーズンが明けても河合はレースに出れずにいた。せっかく絶好調だったのに。そして8月、完成したトヨタセブンターボのテストが実施された。メンバーは自公ワークスキャプテンの細谷、そして河合だ。8月25日に鈴鹿サーキットに到着した。8月26日、9時から午前中のテスト開始。12時に一旦休憩に入ったが、河合はメカニックへスロットルが戻りにくいことを告げている。スロットルって？エンジンへ送る混合機の量を調節する弁だ。アクセルペダルを離しても弁が開きっぱなしで、マシンが加速を続けてしまうような状態だったんだろう。加減速に関わる部分の故障は怖いわね。午後のテストは13時からの予定だったが、結局15時30分に開始となった。このスロットルの調整に手間取ったのかもしれない。めっちゃ手こずってない？そして午後のセッション、始まってすぐのことだった。ここは鈴鹿サーキットの2コーナー。続いて S 字。マシンは福沢幸男の乗ってた中期バージョンとはだいぶ変わってるな。リアタイヤが見えている。ショートテールになったんだ。大きなリアウイングが装備され、あとコックピットもオープンタイプに戻った。ダンロップコーナーをクリアした。デグナーに向かう。
現場はその先、ヘアピン手前の 110R だ。もうすぐ立体交差を通過する。ここだ。この 110R という右カーブ、河合のマシンは一直線にコースアウトしてしまう。理由は不明だ。芝生の先は、先日の台風で溜まった水で沢になっていた。崖状になっており、跳ね上がる。マシンはノーズから、沢の対岸部分に衝突。マシンは逆さまになり、着地。ヘアピンのイン側で停止した。マシンは見る影もなく、粉々。どうやら河合の体はマシンのさらに先へ投げ出されたようだ。当時はガードレールもなかったのね。ああ。しかし、速度は時速240キロほど出ていたという。ガードレールがあったら被害が確実に軽減されてたかっていうと微妙だな。チームメンバーがすぐ救急車を呼んだ。河合は搬送され16時20分に塩川病院に到着したが、頭部、頸椎に致命的な損傷があり、手遅れだった。去年27歳。その後鈴鹿警察署が現場検証に来たが、この時の応対は福沢幸男の事故と全く同じだ。トヨタの上層部はマシンに欠陥がないことを警察に報告。警察は十分な現場検証をせずに帰ってしまう。そして4ヶ月後の12月、河合の運転ミスと断定し三重県警察本部は捜査終了を発表した。こんなまっすぐ進んでしまう運転ミスなんてあるの？考えられないわ。コース外に向かって一直線、そしてブレーキで精一杯の抵抗をしたらしい痕跡。何かが起こったことは間違いない。福沢の事故と違うのは、遺族が原因究明のための争いを全く起こさず、沈黙してしまったことだな。まあこれには遺族のいろんな考えがあるだろう。結局河合は帰ってこないから、もうそっとしておきたい、とかな。事故を受け、小川ローザは芸能活動を休止。一時期復帰するも1973年に完全に引退してしまう。トヨタはこの事故でトヨタセブンの開発や日本カンナムの参戦を中止。最終的には石油ショックの影響を受け1973年にワークス活動自体を終了した。以上、今回は河合実の生涯と、トヨタセブンターボのテスト走行事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。